はいどうも皆さんこんにちは。今回は天武天皇と持統天皇についてお話ししていきます。天武天皇というのは飛鳥時代の天皇で、大天皇子が天皇になった後の名前ですね。壬申の乱に勝利した大天皇子が即位して天武天皇になるという流れです。壬申の乱についてはすでに動画を出していますので、そちらをご覧ください。今回の動画では壬申の乱以降の天武天皇とその皇后である持統天皇がどのようなことを行っていったのかを見ていきます。それでは早速壬申の乱が起こった直後から話を始めていきましょう。壬申の乱に勝利した大天皇子は飛鳥へと戻り、新しい住まいを作ります。飛鳥清見原宮です。そこで即位した大天皇子は以後天武天皇と呼ばれるようになり、皇后として壬申の乱を共に戦ってきた宇野のさららの姫巫女を迎えました。この方が後の持統天皇です。つまり天武天皇と持統天皇は夫婦であり、共に壬申の乱を乗り越えた2人でした。さて、そんな2人でしたが、この頃を境に天皇の権力が大幅に強化されます。先ほど天武天皇が住まいを新しくしたと言いましたが、その飛鳥清見原宮を褒めたたえる歌として、大君は神にしませば赤駒の腹ばう太陽都となしつという歌があります。意味としては、馬が沈むような田んぼを都にしたという意味で、それほどの力を持つ天武天皇を称賛する歌ですが、それより前の部分を見てみると、大君、つまり天皇を神に例えているのです。当時の人々からすると、湿地帯を人が住める場所に変えるほどの土木工事は神業のように見えたのでした。そもそもなぜそのような力を持ったのかというと、やはり壬申の乱が関係していました。少し飛鳥時代全体の話に移りますが、中大兄皇子が一子の変で蘇我入鹿を暗殺して以降、政治は中大兄皇子、つまり天智天皇の独裁と言ってもいいような状態でした。この段階でも天智天皇は十分強大な力を持っていたのですが、天武天皇は壬申の乱により、その天智天皇が作り上げた勢力を倒して実力で皇位を獲得したのです。つまり戦いに勝利した天武天皇が天智天皇を超える力を獲得するのは自然な流れです。なんなら天武天皇は日本史上最も強い権力を持った天皇として名前を挙げる人がいるほどに絶大な権力を持っていました。そのような状況だったので、天武天皇の政治では皇親政治という言葉がよく使われます。これまでは豪族が政治を支えていましたが、天武天皇の頃には皇族が政治を支えるようになったのです。その中にはもちろん皇后となった宇野のさららの姫巫女も入っており、天武天皇の息子である草壁大津の両王子も成長した後に政治に関わってきます。このように皇族によって政治が行われる形態を皇親政治と呼んでいるのです。そのような強い権力を使ってまず天武天皇が成し遂げたことは公地公民の徹底でした。大化の改新以来目標とされていた公地公民ですが、その政策は以前言ったようにすぐに適用されたわけではありません。長い年月をかけて進められており、この段階ではまだ私有地や私有民が存在していたのです。そこに命令を出して公地公民を徹底することにより、日本という国はまた一歩天皇中心の国家へと歩みを進めたのでした。また天武天皇は国史の編纂も行っています。国史というのは読んで字のごとく国の歴史のことです。つまり日本の歴史をまとめて本にしたということですね。こうして編纂が始まったのが古事記、そして日本書紀です。天皇の祖先は神だという話を聞いたことがある人も多いと思います。そういった話は多くの場合、この古事記や日本書紀に書かれていることが根拠になっています。天武天皇としては自分たちを天照大神の子孫とすることで、他の豪族とは一線を画す存在になるという狙いがあったのでしょう。他にも天武天皇は役所の姓も制定しています。これは少し理解しにくいので、一度飛鳥時代全体を振り返ってみますが、飛鳥時代には国内で大きな戦いが2つ起きていました。一子の変と壬申の乱です。以前は蘇我氏が大きな力を持っていましたが、一子の変により没落。その後始まった大化の改新でも多くの豪族が没落しています。これに生き残ったのが天智天皇による近江の朝廷で活躍した人たちでしたが、壬申の乱に天武天皇が勝利したことにより、近江朝廷の人々の多くは没落しています。つまり飛鳥時代を通して
有力な豪族が没落していったことにより、天武天皇が政治の実権を握った頃には、士族のランクが以前と比べて激しく入れ替わっていたのです。このような状況を受けて天武天皇は士族のランク付けをし直します。これがヤクサの姓です。真人、阿蘇美、宿根、伊美木、道之、尾身、村地、稲城の8つの姓を士族に与えて、士族の統制を強化したのですね。さて、ここまで天武天皇が行ってきたいろいろな政策を見てきましたが、一度ここでまとめてみましょう。壬申の乱に勝利した天武天皇は強い権力を握り、皇族が政治を行う皇親政治という形態で政治を行っていきました。さらに公地公民を徹底したり、国司を編纂したりして天皇の権力を確固たるものにしていきます。また、ヤクサの姓を制定することで士族の統制を強化することにも成功しました。こうやって見ると天武天皇が歴代天皇の中で最も力を持っていたと考える人がいるのも納得できるように思います。このように天武天皇は天皇中心の国づくりをさらに進めていきましたが、まだ残っている問題がありました。後継者問題です。天武天皇自身、後継者問題に勝ち残って実権を握った人物なので、自分の死後に後継者争いが起きるかもしれないと気にしていたことでしょう。次の天皇の最有力候補は草壁の王子と大津の王子です。草壁の王子の母は宇野のさららの姫巫女、大津の王子の母は太田の姫巫女という人物です。この頃、太田の姫巫女はすでに死んでしまっており、宇野のさららの姫巫女は天武天皇の政治を補佐していました。そういった点で見ると、草壁の王子の方が優勢に見えますが、肝心の草壁の王子と大津の王子を比べてみると、大津の王子の方が優秀だったのです。いろいろと考えたことでしょうけれど、最終的に天武天皇が皇太子に選んだのは草壁の王子。おそらく宇野のさららの姫巫女の存在が大きかったのでしょう。そんな情勢の中で天武天皇は崩御してしまいます。さて、こうなると立場が危ういのは大津の王子でした。天武天皇の死後、すぐに大津の王子の謀反が発覚し、そのまま処刑されています。実際に大津の王子は謀反を計画していたのか、それとも宇野のさららの姫巫女や草壁の王子に言いがかりをつけられて死刑に追い込まれたのか、それは今となっては分かりませんが、結果的に大津の王子は死んでいますので、宇野のさららの姫巫女と草壁の王子の不安要素は取り除かれました。しかし予想外の出来事が起きてしまいます。草壁の王子が急死してしまうのです。夫と息子を次々に失った宇野のさららの姫巫女は大きなショックを受けたでしょうし、次に天皇になる人物がいなくなってしまいました。一応草壁の王子にはカルの王子という息子がいましたが、この頃はまだ7歳、天皇となるにはまだ幼すぎます。こうして宇野のさららの姫巫女はカルの王子が成長するまでの中継ぎとして皇位を継ぐということを決心します。これが持統天皇です。こうして持統天皇は天武天皇の政策を受け継いで政治を行っていくことになるのですが、天武天皇の頃から行われていた2つのことが持統天皇の頃に実を結びます。1つ目が飛鳥清見原領、2つ目が藤原京です。1つ目の飛鳥清見原領ですが、領って何なのと思う方も多いと思います。この話は複雑なので、また今度別の動画でお話しする予定です。とりあえず現段階では、天武天皇の頃から作っていた法律が持統天皇の頃に完成したというイメージでいてください。2つ目の藤原京ですが、これは新しい都です。天武天皇の頃から新しい都を作る計画はありましたが、実行に移されてはいませんでした。その計画を実行に移したのが持統天皇だったのです。飛鳥の少し北側にあるこの藤原京ですが、見ての通り大きさが桁違いになっています。耳なし山、うねび山、かぐ山に囲まれており、これらの山は大和三山と呼ばれることで有名です。この平地に藤原京と呼ばれる都を作り、飛鳥からここへと都を移します。中国風の都としては日本史上初の都であり、ここでも律令国家としての歩みを見ることができます。その後、持統天皇は天皇の位をカルの王子に譲ります。この頃にはカルの王子も15歳、皇位を継ぐことができる年齢に成長していたのです。こうして新しく天皇となったのが文武天皇でした。持統天皇は上皇となり、これ以降も文武天皇を支えて政治に関わっていきますが、702年に病に倒れてしまいます。
持統天皇は火葬された後、天武天皇の御捧に合葬されました。2人は今も仲良く飛鳥村で眠っています。さて、いかがだったでしょうか。天武天皇と持統天皇により国の制度が整えられて、国家としてさらにまとまってきた感じがしますね。次の天皇は文武天皇なのですが、その前に天武天皇と持統天皇に関わりの深いお寺の話をしようと思います。薬師寺です。ということで、次の動画では薬師寺についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。